こんにちは、みるみるです。今回は私がチャレンジ戦で使用している白単デッキをご紹介します。デッキレシピはこちら。しばらくの間表示しておくので一時停止してスクリーンショットを撮ってください。チャレンジ戦の現在の勝率はおそらく8割程度。それでも優勝回数少ないんでなかなか厳しいですね。さて、ここからデッキについて紹介します。まずレベル2は7枚採用です。白単の強みとしてどんな弱いキャラも手札に変装を持っていたらレベル6やレベル7のキャラに変換できます。なので序盤からキャラは出すべきなのでレベル2は7枚採用しています。あとファイルがある程度溜まってもレベル2のキャラはカットイン勝負になった際に使うため常に手札に1枚は抱えておきたいのでこれより減らすのは良くないと思います。続いては4その子ですね。4サーチキャラは白単においては他のデッキよりも重要です。レベル7の変装キットの登場時能力でリムーブから復活させて使えるので3積みしましょう。次に5その子ですね。これは正直いらなかったです。ゲームテンポに5その子はついていけなかったので抜いて他のカードにしてください。5その子も強い瞬間というのはあります。先行3ターン目5その子能力起動、あえてファイル6にしてターンエンド。開始のターンで相手が5その子アクションしてくれたらそこで変装してうまいってのがあるんですけどアドバンテージの取り方が相手依存なのとファイル6にあえてしてるのでぶっちゃけバレます。ブラフに合わせて手札に変装キットなしでファイル6にしても良いんですけどそれだと証拠1枚取り逃がします。また手札に6変装キットがいた際にそれよりも優先して5その子出すか問題もあります。5その子デッキの潤滑油としては優秀なんですけどメインエンジンにならないので私は5その子を抜いてトップ採用したいと思います。中森銀蔵は3積み、手札に7変装キットあれば実質7強国さんと同等のスペックなので優秀ですね。先行3ターン目スリープ状態のキャラがいれば出してアクションかけても良いですし終盤事件アクションで証拠取れるので汎用性が高いですね。5黒馬統一は1枚採用、黒馬統一を4枚にするために採用してます。5黒馬統一があるとファイル8から工藤優作の能力が起動できるため採用した方が便利ですね。2枚以上採用するかどうかは要検討ですね。6変装キットは3積み、登場時変装時に相手の現場のキャラをスリープさせることのできる強力なキャラクターですね。レベル3ミスリードの採用が一気に下がった理由にこのカードを採用した白単の流行があると私は思っています。アクティブでいる高 AP のキャラをスリープさせてアクションの角度を高めたり相手ターンに変装出しで追撃を防ぐなど攻めにも守りにも使える優秀なカードです。次に7変装キット、まずは変装時に AP 足す選出1枚ドローできる能力、実質的にあらゆる低レベルキャラクターも7強国さんに変換できるカードです。白単と対戦するときは常にこのカードを意識しないといけませんね。登場時はリムーブの白レベル4以下のキャラを登場させることができる能力、4その子を登場させてサーチさせましょう。チャレンジ戦で一度マリガンゴに手札にこのカード3枚来ましたけど普通に全部使えましたからその優秀さはあえて語る必要はないかと思います。7迅速キット3積みで良いと思います。終盤で即証拠1枚取れるのは言わずもがな。黒馬統一の AP 上昇能力を適用させて AP8000 にしてカットイン握ってれば現状確定でコンタクトでキャラをリムーブできます。推理してもよしアクションしても意思の器用なカードです。 SR8 キットは2枚採用、デッキが7枚以上あれば登場時あらゆるキャラをデッキ下に送れるキャラですね。優秀なんですがゲームが長引いてデッキが足りなくなると能力使えないので3積みはしない方が良いかな。スタートデッキ8キット2枚採用、証拠を1枚取って相手キャラをスタンさせるキャラですね。白ミラーだと有効な反面他の色だとスタン状態にしたところで能力使われることが多いので枚数要検討です。スタンさせるキャラというよりも証拠を1枚取れるキャラと考えれば良いかも。8黒馬統一ノーコストでレベル7以下を除去できておまけに毎ターン AP2000 上げれるので工藤優作採用しなくても3積みしたいカードですね。8工藤優作登場時手札2枚交換できる能力を持っています。手札に足りない変装やカットインを加えたりワンチャン黒馬統一をドローできるかもしれないので優秀です。そして絆能力でスイープ起動で証拠1つ得てあらゆるキャラをリムーブできる能力、8黒馬統一の除去能力と組み合わせると2除去と1証拠獲得で超強力ですね。青タンの江戸川コナンと工藤新一に相当する動きができるのは強いです。何より5黒馬統一の存在によりファイル8からこの能力が起動できるのも優秀です。レディースジェントルマン、これは2枚以上は採用したいところ、変装キット加えたりカットイン加えたり工藤優作や黒馬統一をサーチしたり
ワンチャン狙いで発動できる超優秀カードです。嘘ってね。3積みです。白タンには除去能力を有するキャラは多いものの、タイミングや盤面によっては発動できないことがあるのですが、嘘ってねは入る後あればいつでも発動可能です。数ターンにわたって盤面に存在すると厄介なキャラをカットインや変装と掛け合わせずに確定で除去できます。以上、採用したカードの感想です。では続いては採用候補カードの紹介です。ごそのことか抜いて3積みしてみたいカードです。白のキャラに突撃事件を与えて、ターン中に相手の証拠をリムーブできたら相手のスリープ状態のキャラをスタンできます。対白タンミラーだと優作、青タンだとランをスタンにしてテンポアドバンテージ取れるのが良いですね。6変装キットと相性のいいカードです。突撃事件で意外なところからリーサル発生させうるので面白いカードです。4変装キット。白タンって先行が3ターン目に7変装キットを変装させられるので有利とされているのですが、4回答キット採用すると先行後攻問わず2ターン目に変装できて AP6000 までのキャラを処理できるのが面白いかなと思います。また実質的に終盤 AP に1000カットイン的に使えるのも優秀かなと思います。カットインと違って相手キャラをターン中 AP 下げれるので受けカットインでしのがれても2体目のキャラでアクション仕掛けてリムーブできるチャンスがあるのも良いですね。ただ6変装キットと違って登場時に能力が使えないのが惜しいですね。変装サーチ中森銀蔵。登場させると確定で変装をサーチできる能力を持つ中森銀蔵。ただ変装キットって2種類採用されるのでいずれかをサーチするか選べないのがちょっときついです。トランプ銃。自分の回答に自分ターン終了時に3枚デッキリムーブでキャラを1枚スタンできる能力を与えます。自分ターン終了時って相手の盤面の厄介なキャラ全部処理して渡すので、残ってるキャラってどうでもいいキャラなのでそのキャラがスタンになって相手ターン開始時にスリープ状態になったとしてもどうかなと思います。デッキ3枚削ってると SR のキットの能力発動できなくなっちゃったりリフレッシュで証拠を与えてしまうので採用されづらいカードかなと思います。回答キット。リムーブのレベル7以下の回答を登場させるイベントカードです。登場させるとしたら変装キットや迅速のキットになります。白タンはデッキ上リムーブや駆動優作などの手札交換で能動的に回答をリムーブできます。リムーブに落ちてしまった回答を復活させる便利なカードではあるものの3積みすると事故るし1枚だと引けないんですよね。リフレッシュ直後に引いちゃうと目も当てられないですし、そもそも7以下のキット手札から普通に出せば良いと思います。ただひらめきは優秀なのでワンチャン狙いで3積みも面白いかなと思います。6中森青子。能力は相手が最初に推理かアクションしたキャラを不能にする能力とミスリード持ち、強いといえば強いんですけど最近は7以下除去能力で何もしないまま除去されがちですね。除去しないと厄介なカードという認識をされているあたり強力なんですけど、7京極さん。1.5 段環境だとバシバシ殴りに来てたけど2段環境だと突撃中森銀蔵が変装で実質的にこの京極さん同等カードになっちゃいます。個人的に中森銀蔵迅速キット3積みしてさらに枠があるなら採用って感じですかね。黒羽カイト。トットコア相性のカードでアクションするとこのカードの能力で突撃付与変装みたいなことができます。かなりワンショット寄りの白タンになりデッキコンセプトがかなり変わってしまいそうですが試してみたいデッキではありますね。プロモ白馬探る。登場させると証拠を与えないデッキリフレッシュが行えます。デッキが少ない時にこのカードを登場させてデッキを回復させて SR の回答キットの効果を使うために採用されます。ただ SR 回答キットの登場直前にこのカードを出すということはファイル級でこのカードを登場させなきゃいけないのでファイル級でこのカード登場させるのはもったいないと思います。なのでそこまで評価は高くないです。以上デッキレシピと検討カードの紹介でした。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。